After walking around downtown all day, I got to the home for the night. I stayed here before when the name was the Westin Grand. After rebranding, Hilton sent me a $50 off promo code. We Japanese people love taking a bath. I got this body scrub of the fragrance of the rose. These ones are plumeria. After a bath and getting ready, I'm gonna take a bus for dinner. Oh, I remember this alley. It's one of the Instagrammable locations. The dinner is at Ugly Dumplings on Commercial Drive. I heard they serve Japanese soba, so I was really excited, but unfortunately they make soba only on Sundays. For sure we will come back. Let's make some herb tea and enjoy quiet me time. I didn't turn on the heater properly, so I wore a sweater. Thanks to the quiet room, I slept so well. During the pandemic, there are not so many guests in the hotel. And no one is outside in the Saturday morning.
After coffee and a treat, I still have appetite, so I'm going to get a pokeball. Oh, this is a beautiful church. Everyone's slurping. Oh, get the bookstore. Tattoo shop. Oh, ornaments. Brown rice? Brown rice? Yeah. No problem. Okay, I'll get the edamame and the seaweed, tomato, one more? Two more? Oh, corn, what's that one? Okay, I'll try that one. Green onion, please? Maybe red onion. You know which fish is like fresh, most fresh? Oh, here. Okay, wow. I'll get the sokai. The most popular combination is fondue and kiwi. Oh, yeah. I'll go with that. And then for your countries here, Bonito, fried onion, sesame one. Look at this, so big. ということで、ポケでも食べながら海外移住のことについて今日は皆さんと話していけたらと思います。いただきます。私は2017年に初めて日本から移住しました。その時すでに30歳過ぎていて、移住先はインドネシアのバリです。で、バリには旅行でそれまで何回も行っていて、初めてバリに行った時から私絶対ここに住みたいと思ってて、2年後にそれが実現したっていうのが2017年でした。で、バリには1年間いたんですけれども、最初の半年間は観光ビザを何回か使って6ヶ月滞在してました。で、その後バリ島にあるウダヤナ大学っていう大学があって、その外国人向けのインドネシア語を習えるコースを申し込んだんですね。せっかくインドネシアにいるのでインドネシア語をマスターしてみたいなと思って、それに申し込むと、ソーシャルビザっていうビザのスポンサーにウダヤナ大学がなってくれるんですよ。だからそれもメリット。後半の6ヶ月はウダヤナ大学がスポンサーになってくれて滞在してました。インドネシア2年目はバリ島から出てジャカルタに引っ越ししたんですね。なんで引っ越ししたかっていうと仕事です。私日本でずっと不動産の業界にいたので、
きだし、不動産の仕事したいなと思ってバリ島でもう探してたんですけど、ちょっと見つからず、ジャカルタの不動産会社に4社受けて、一番条件がいい会社さんに入社しました。はい、で条件がいいっていうのは何かっていう話なんですけど、でお給料がちゃんともらえるっていうのと、 2LDK の家具付きのマンションに住ませてくれました。あと車とドライバーさん付きなので、毎日会社家送り迎え、どっかレストランとか遊びに行く時とかもドライバーさんに言えばどこでも車で連れてってくれる。あと日本に帰国する、フライトチケットを年に2回買ってくれるということで、すごい待遇がとてもいいですよね。そこは日系の不動産会社さんで、駐在員の方、日本で会社に就職して、でそこから駐在で来た方と、あと私のような現地採用の人とあんまりあからさまな差が出ないようにちゃんと考慮してくれてるなって思って、すごい良かったです。インドネシアに限らずアジア各国、タイとかベトナムとかフィリピンとかもそうですけどは、もう日本人引っ張りだこ、現地採用の募集もすっごいたくさんあるんですね。日本人は待遇もいいで、英語がそこまでできなくてもなんとかやっていけちゃう。いろんな国々がすごい近いんですよね。だから私ジャカルタに住んでた時、タイに2回、ベトナムに2回、フィリピンも1回行きましたね、1年間で。いろんな他の国に2時間ぐらいのフライトで行けちゃうんですよ。だから東南アジアで拠点にしてたら、他の国々を安く短時間で回れるっていうのはすごい良かったなと思いました。っていうのがアジアで働くメリットかなと思います。次、カナダに移住することになりました。30歳過ぎてたのでワーキングホリデーのビザ使えないんですね。で仕事をしたければスポンサーを見つけなくちゃいけない。でスポンサー企業が一般向けにそのポジションの職種で、3ヶ月間募集をかけて、カナダ人雇えなかったから日本人を、この日本人を採用しますっていう証明するのに、その企業が移民局に$1000払わなくちゃいけないっていう、そういうハードルがあるんですね。私、経験も活かせるしと思って、不動産系の会社の募集インターネットで調べて10社以上アプライしたんですけど、そのカナダで働けるビザがないっていうことで、もうアプライすらできない、もしくはアプライできたとしても返事はもらえないっていう状況でした。で、なんでかっていうと、不動産の業界すごく人気なんですね。今他のビデオでも出しましたけど、バンクーバーの不動産価格すごく高くって、業界が儲かってるので働きたい人もたくさんいる。だから、そういうカナダ人に人気の業界だとスポンサーを見つけるっていうのはすごく厳しい。人手が足りてなくてカナダ人見つからない仕事、そういう仕事だったらスポンサーが見つかるのかもなって思います。私が、インドネシアとカナダに住んで、思ってることなんですけど、30過ぎてから海外で働くってなると、アジア諸国の方が仕事が見つけやすいと思います。カナダとかオーストラリアとかイギリスとか、ワーホリが使える英語圏の国なんだったら、やっぱり30歳までに行っとくと、その後ワークビザに切り替えてその国で働けるっていう選択肢もできるし、やっぱり30までにそういう国だったら移住するのがいいかなと思います。30過ぎてるんだったら駐在で英語圏の国行けるんだったらすごいラッキーですよね。駐在員の人たちって本当に待遇いいんですよ。
普通の日本のお給料にプラスいろいろ駐在手当だとか、お家とか、車とかガソリンとかそういういろんな手当が、ついてくるから、で私みたいに30過ぎてからそういう英語圏の国で暮らしたいっていうことであれば、フリーランスの人とか、あと起業をしちゃう、あとは不労所得を日本で作っとくですね。その組み合わせとかでもいいと思うんですけど、今はカナダで永住権を取るための準備をしていて、そのビザの話とかもおいおいシェアしていけたらいいなと思ってます。食べちゃいました。ポッケ全部すっからかん。なんかドレッシングが忘れちゃったのかな。なんかポン酢とごまドレッシングっていうのを頼んだんですけど、なんかね味がしなかったんですよね。だからちょっと薄味だったんですけど、その分素材の味を楽しめました。今日は以上です。 Thank you for watching. See you in my next video. Bye.